動物界には驚くほど多種多様の目があります。単独で回転する目、瞳孔がギザギザしているもの、保護のためのまぶたを持つもの、血を噴き出すものもあります。ではどの動物の視力が一番良いのでしょう。暗闇で最もよく見えるのはどれか、一番細部まで見れるのは、最も色が見える動物は、そして最も速い動きを感知できるのは、すべての目は感覚刺激を光の波動として取り込みます。これを知覚するすべてのものに変換するために、目は入った光を視細胞に集め、視細胞が光を神経信号へと変換して脳に送り、そこで最終的に処理されます。暗闇の中で最もよく見える目は、得られる光をできるだけ多く取り込む目です。ダイオウホウズキイカの目は、サッカーボールほどの大きさで、現存する最大の大きさです。この目があれば、マッコウクジラが発光生物を邪魔する際に放つ微光を見つけられるかもしれません。また脊椎動物に珍しく鏡を使った目の魚もいます。ブラウンスナウトスプークフィッシュは、両目に上向きのレンズと小さな結晶板でできた下向きの鏡があり、効率よく光を集めます。上と下を同時に見ることで、深海でもはっきりとした形を認識できるようです。陸上に戻って、北極圏のトナカイは数ヶ月にわたる暗闇への適応力があります。トナカイの目の裏は、夏は金色、冬は青色に変化します。裏側が青い目は、光に対する感度が約1000倍も高いため、雪の中の尿や地衣類など大切なものを認識できます。また最も鋭い視力といえば、猛禽類に軍配が上がります。細部を捉えるため、目の中にたくさんの視細胞と高い視覚処理能力が必要です。猛禽類には目の奥の黄斑部にある中心下という深いくぼみに多くの視細胞があります。そのためハヤブサは人間の2倍以上の鋭い視力があり、3キロ以上離れた場所のウサギを見つけられるのです。さて、色覚が最も優れている生物となると話はややこしくなります。特定の波長の光に対する敏感さは視細胞の種類により異なります。つまり私たちが見る色は視細胞の種類に大きく左右されるのです。色に関する視細胞の種類が多い動物ほど色覚が優れていると言われます。犬は2種類だけです。人間は3種類。しかし鳥類や魚類、昆虫の中には私たちをはるかにしのぐものもいます。アオスジアゲハは15種類ほどの視細胞があり、そのうち7種類は異なる色合いの青や緑に特化し、高速でお互いを追跡するのに役立っていると研究者は考えています。シャコにはなんと16種類もの視細胞があり、そのうち5種類は紫外線 UV のみに対応しています。人間は紫外線を見れません。しかしシャコの色の識別能力は意外と限られていることが実験から分かっています。複雑な目をどう使っているかの詳細は謎に包まれています。一方、わずか4種類の色の視細胞を持つ金魚は、実は微妙な色合いの違いを見分けられます。最後の例は、昆虫は飛んだまま世界を見る能力を持っています。最速の動体視力には、光の変化を素早く感知する視細胞と、情報を素早く処理する脳が必要です。1秒間に24コマの映画を見ると、私たちは動きをほぼ継ぎ目なく見れますが、昆虫にはコマ送りに見えるでしょう。ハエの視細胞は、人間の10倍の速さで変化を感知するため、ハエを捉えるのは特に難しいのです。これらの動物はいくつかの優れた視覚がありますが、すべての面で優れた勝者は存在しません。視力にはトレードオフを必要とするため、各部門には異なるトップランナーがいます。つまり高度に特化した目もあれば、私たちのように多くの部門でそこそこの性能を発揮する目もあるのです。サッカーボールサイズの目から紫外線が見える目まで、世界を見る方法は生きる生物の数だけあるのです。テッドエドは質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。
パトレオンに寄付して非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。